皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢の話題を取り上げていきます。戦争が日常化することにより、大きなニュースしかテレビ放送では取り上げてくれないようになりました。しかし戦争は、私たちが日常を過ごす間にも継続的に行われており、ぜひとも関心を持ち続けてください。今回取り上げる主な内容は、ウクライナ軍の行う遠距離攻撃と、その一方でここ最近触れていなかった地上戦の様相についての解説をしていきます。また、動画の最後の方では、ロシアの影響力低下に伴って周辺国の一つアルメニアがアメリカや EU との距離を縮めています。このあたり国際情勢に関して次の戦争の火種にもなりかねない話なので、ぜひとも押さえておきましょう。まずはウクライナ軍の遠距離攻撃から取り上げていきます。ロシア軍による遠距離攻撃もウクライナ領内に対して継続的に行われています。大型の突撃ドローン、大型のミサイルによる攻撃です。2022年においては、ウクライナ側からの反撃といったものがほとんどできなかったわけですが、徐々にその反撃態勢も整いつつあります。直近の攻撃としては、7月20日、ミラーボ飛行場への攻撃、そして7月22日は、モロゾフク飛行場、そしてロシア南部トゥアスプセ製油所に対する攻撃が実施されました。こちらは7月20日に攻撃がされたミラーボ飛行場での様子。動画も公開されているのですが、ここ最近私のチャンネルでこうした戦争の実態を伝える映像について掲載すると、広告が停止されることが多発しているので、静止画とさせてください。飛行場のおよそ6カ所において爆発・炎上が確認され、この基地の施設や配備されていた兵器にも被害が出ているようです。続いて、ロシア南部トゥアプセ製油所に対する攻撃。こちらは白昼堂々、ウクライナ軍のドローンが製油所に突撃していきました。こちらもまた映像があるのですが、X では取り上げているので、映像が見たいなと思う方は、ぜひとも X のアカウントフォローもよろしくお願いします。こうした攻撃映像に関しては、広く公開されていることから、映像が本物かどうかを確かめるといった作業も熱心に行われています。映像によれば、ドローンに対する迎撃射撃なども行われている音声が入っていたのですが、今のところ、ロシアは十分に防げていないようです。関連ニュースとしてはこちら。ウクライナはこの1年で3回目、黒海沿岸にある唯一のロシアの製油所を無人機で攻撃した。ウクライナの無人機がトラプセにあるロスネフチ製油所を攻撃した。同製油所は国内10大製油所のうちの一つであり、ロシアの黒海沿岸にある唯一の製油所でもある。製油所の火災はトラプセへの攻撃の第2波後に発生した。地区の区長によると、これに先立って市内上空で8機の無人機が撃墜された。同市によると、インフラや住宅建物への被害は記録されていないという。前回は5月にトラプセ製油所がドローンによる攻撃を受けた。その後、企業でも火災が発生しました。LP ガスの製造設備が損傷した。その後、工場では原料の加工を一時停止した。これに先立ち、1月末にもウクライナの無人機が製油所を攻撃した。ドローン攻撃の結果、工場にある唯一の一時処理装置が損傷した。ロスネフチが製油所を修復するのに約3ヶ月かかった。操業を再開したのは5月初旬になってからだった。ブルームバーグによると、ロスネフチの2大製油所、トラプセとコムソモリスクが5月末に閉鎖したことを受け、6月のロシアの石油生成量は2022年以来最低となった。製油所の稼働が低下したことによって供給されるガソリン価格にも悪影響を及ぼしています。誰にとっても十分ではありません。ロシアでは AI95 ガソリンが不足している。ロシアの燃料市場はウクライナによる製油所に対する一連の攻撃を受けて、同国の燃料生産量が2年ぶりの低水準に落ち込んだことを受けて、AI95 ガソリンの不足に直面している。この AI95 ガソリンというのは、廃屋ガソリンのことだそうです。ちなみに、レギュラーガソリンは AI91。トレーダーや市場参加者らは、ロイターに対し、証券取引所の燃料取引における AI95 の不足は慢性化していると語った。卸売量の不足により、ガソリン価格は急速に上昇しており、先週末には昨年秋の燃料危機の記録に近づいている。サンクトペテルブルグ商品原材料取引所では、プレミアム95の相場は、7月19日に1トンあたり 44%、12,500ルーブルも高騰した。ウクライナ軍の狙いは明確で、ロシアの戦略資源を狙っています。ロシア側の
地区の責任者が住民に対する被害がなかったといったところも報告しており、これはウクライナにとっては敵方にあたる行政側の人間がそのようにして民間人を狙っていないと証言していることは非常に重要なポイントでしょう。何しろ、ロシアは逆に言えばウクライナの民間人を積極的に狙っていることから、この対比が非常に鮮明だからです。そして、いくら資源国であったとしても、石油や天然ガスを取ったままそのままでは利用することはできません。そこから精製して使いやすいように加工しなければなりません。原油から航空機燃料や自動車用の燃料、その他軽油、灯油、様々なものへと変換することが大事なのです。そのような施設が襲われて操業が停止すれば、当然のようにいくら物があっても使えないという状況を生み出します。ですから、こうした製油所や石油の貯蔵庫といったものを狙うことにより、資源国が資源国としての強みを活かせないようにするわけです。そして飛行場に対する攻撃も少しずつではありますが、その数が増加傾向にあります。ウクライナ軍としては開発中の兵器様々なものがあるわけですが、その中から生産性の高いものや価格と効果、それぞれバランスを見ながらロシア軍に対する攻撃を行い続けています。このようにして遠距離攻撃戦は双方が行っているわけですが、一方において気になるのは地上戦の方でしょう。戦線の動きに関してはロシア軍が前進すればウクライナの領土を奪おうとする行為ですから、より切実な問題です。というわけで、ロシア軍の最大占領地と現在の比較。ロシア軍の占領地が最大だったのは2022年4月の左側の地図です。戦争研究所のまとめなのですが、赤く塗られている部分がロシア軍の占領地域。2022年4月は、ウクライナの首都キーウに迫るロシア軍、そして第2の都市ハルキウにもロシア軍は包囲下に置き、これを占領しようとしました。そして右側が現在の2024年7月22日段階でのロシア軍の占領している地域です。ハルキウ州における戦いでは、その北側に少しロシア軍の占領地域がありますが、この戦いにおいては現在ロシア軍は足止めを食っており、基本的に前に進んでいる様子はありません。むしろ被害を拡大しつつ、じりじりとこの地域での戦いは尻すぼみになっています。南部戦線においては川を挟んでの戦いが行われており、そこで大きな戦線の動きはありません。しかし東部戦線においては、今年前半での弾薬不足から来るアウディウィーカからの撤退、それ以後戦線が浮ついた状態になっています。こちらが問題のアウディウィーカ戦役。左が2024年5月26日。右が同年7月22日の戦況図です。全体として大きくロシア軍が戦線を突破しているといった場面はないのですが、しかしアウディーカ戦役においてはじわりじわりと1日100メートルとか200メートルといった具合にしてロシア軍の前進が続いている様子で、この戦線をしっかりと安定化させることがなかなかできていません。今年前半においてはウクライナ軍は全戦線で弾薬不足に陥り、それに伴って劣勢に立たされていました。それはもう仕方ないでしょう。しかし一方においてその後アメリカからの支援が再開され、 EU やもしくはチェコの主導する世界市場からの弾薬調達なども進んで、前線での弾薬不足は解消に向かいました。ですから現在そのような状況でもなおロシア軍がじわりとでもあろうと前進できているというのは注目すべきポイントでしょう。これはものすごく恐ろしい話ではあるのですが、現在戦でもなお人海戦術が有効であるといったことを示しています。ロシア軍の死傷者は毎日1000人を超えるような状態がずっと日常化しています。これは死傷者であって亡くなった人の数ではないので、前線で怪我を負って病院に行ってそして治ってくる人たちもいるわけなのですが、しかしそれでもなお月3万人以上が死傷するような状態で、それでもなお戦い続けられるといった状態は現代の戦いにおいてはちょっと異常な状態だとも言えます。少なくとも日本では全く考えられないような損耗率です。しかし現実としてロシア軍が戦車がないんであればバイクで突撃すればいいじゃないかといったちょっと私としては失笑者の作戦なわけですが、しかしそれでもなお屍を踏み越えてロシア軍が前進してくるというのであれば、基本的に西側の支援の考え方としてはではそれを上回るような武器支援を行う必要があるでしょう。例えばロシア側の発表としては毎月3万人死傷するのであれば、その3万人を上回る数を
補充すればよいといった考えで、ロシア国内、そして海外からの調達といったものを進めているわけです。逆に言えば、ウクライナ軍が与えるべきロシア軍への打撃は、月間3万人以上ではなく、月間4万人や5万人の死傷者をロシア軍に出させるような攻撃を行わなければならないわけで、弾薬をもっと豊富に支援する必要があるでしょう。そして、そのような構成を実現することができれば、基本的には戦いが長引けば長引くほど、ロシアの国力は先細りしていく未来が待っているわけですから、これは逆に言えば、北の脅威としてロシアが存在している日本にしてみれば、支援すればするほど北の脅威がなくなるわけなので、私は十分ウクライナを支援すべき理由になると思います。そして、ロシア国民がそのような国民の命を投げ捨てるような作戦をするプーチン大統領や政府に対して従順であり続けるというのならば、その責任もまた国民も負わなければならないでしょう。さて、続いてはロシア周辺の国の情勢についてのお話をします。ロシア南部にはジョージア、アルメニア、アゼルバイジャンなどの国があります。これらの国のうちアルメニアはかつてはソ連の構成国の一つですが、現在では独立国家です。国としては小さいがために、旧ソ連構成国家なる CSTO という集団安全保障体制の一員でした。しかし、お隣のアゼルバイジャンとの間における領土紛争によって、この CSTO はアルメニアにとっては何の役にも立たないことが明らかになりました。アルメニアとしては、ロシア主導の平和維持活動といったものを求めたのですが、ロシアは全く仲介に乗り出さず、アゼルバイジャン軍の猛烈な攻撃によって、ナガルノカラバフにいたアルメニア系の住民は一斉に追い出される事態となってしまいました。そのため現在アルメニアは、まず第一に、ロシア主導の集団安全保障体制は何の役にも立たないといったことが証明されたので、まず CSTO からの脱退、加盟員としての活動凍結といったものを表明しました。しかし、このままだと単純にロシアとの敵対関係になる危険性も高いことから、自国の安全を考えなて次の手を打たなければなりません。そのためアルメニアは、まずアメリカとの接近を図り、共同訓練やアメリカからの軍事顧問団の受け入れといったものを表明しました。続いては EU との関係強化です。つい先日 EU はアルメニアに対してEU 加盟申請を前提とした協力関係の構築に合意しました。現在アルメニアはロシアとの関係上、エネルギー資源や電力などについてロシアへの依存度が高く、ここからの脱却といったものを目指すこととなりました。EU はそうしたエネルギーの転換に向けた政策に対する補助金を出してアルメニアとの関係強化といったものを進めようとしています。現在のところ NATO 加盟申請といったものは動きが表面化していないのですが、しかしアメリカや EU との関係強化を図るアルメニア政府はいずれはそうした動きを目指す可能性があります。ただし NATO 加盟申請といったものを目指すなんていう話になったら、再びプーチン大統領は NATO の東方拡大だといったような被害者意識丸出しの言論を持ってアルメニアに侵攻する可能性が高くなります。ですから、この国際情勢の変化といったものは次の戦争の種が生まれていることを見逃してはなりません。現在のところ、ロシア軍はウクライナとの戦いに全力を投じているところで、アルメニアに対する軍事的な威圧をかけられる余裕ではありません。しかし、情勢が変われば、この地域にもまた戦争が起こる可能性があります。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。動画を見終わった方は評価ボタンのクリックと、あなたの感想コメント、また情報の更新に役立ったなと思われる方はぜひともスーパーチャットやメンバー登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。